皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルでスックのホリデーコレクションをご紹介しましたが、スックの149春夏とディオールの912プラムパレード、スックの150光飾りとウナソルの EX12 ミスティックマーシュの配色やカラーが似ていると感じたので比較していきたいと思います。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。それぞれのパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューとスウォッチ比較、パレット全色を使ってメイクをしてみて仕上がりの比較もしていきますので、カラー選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。今回ご紹介するアイシャドウパレットの詳細やパレット1色ずつの単色塗り、パーソナルカラーレビュー、パレット全色を使ったメイクロックについてはメインチャンネルでご紹介しておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはディオールの912プラムパレードとスックの春夏のパープルパレットから比較していきます。ディオール小三角ルール912プラムパレード。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上はブルベ冬におすすめ。ホワイトのベースに大粒のシルバーとホワイトのラメがきらめくグリッターカラー。青み、大粒ラメの強いコントラストが得意な方。ブルベ冬全般のラメアクセントにおすすめ。右上はブルベ夏におすすめ。明るく淡いライラックに微細なシルバーのラメがきらめきます。青み、淡さ、明るさが得意な方。ブルベ夏全般に使いやすいです。中央はブルベ冬におすすめ。グレーに近いかなりダークな青みパープルのベースにシルバー、パープル、ブルー、ライラックの大粒ラメがきらめきます。青み、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ディープウィンター、クールウィンターに特におすすめ。左下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。程よい深みを感じるラベンダーのベースに、ブルーやパープルの大粒ラメが散りばめられています。青みが得意な方、ブルーベース全般におすすめ。右下はブルベ冬におすすめ。ブラックに近いダークパープルにシルバーのラメがきらめきます。青み、深み、強いコントラストが得意な方、ブルベ冬全般の締め色におすすめ。スック、シグニチャーカラーイズ149春夏。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。クリアなベースにホワイト、シルバー、ブルー、ピンクの大粒ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般に使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。明るく淡い青みピンク、同系色のパールが艶めきます。青み、明るさ、淡さが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ライトサマー、ブライトサマー、クールサマーにおすすめ。左下はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだピンクパープル。パールやラメは感じないマット質感です。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。右下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ダークなパープルブラウンにブルーとピンクの大粒ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色に使いやすいです。装置で比較するとこんな感じです。どちらも全色が寒色系でまとまっているパープルパレットですが、ディオールの方がさらに青みが強い淡いバイオレットカラー、スックの方がピンク寄りのマゼンタカラーという違いがあります。発色もディオールの方がナチュラルでラメも控えめ、スックは高発色でラメが大粒という違いがあります。では、それぞれのパレット全色を使ってメイクを仕上げて違いについて比較してみたいと思います。まずはディオールです。まず右上のカラーを指に取って、
上まぶたのアイホール全体にのせていきます。ディオールは粉質がさらりとしていて軽く、肌に自然に馴染んでくれるところがポイントです。カラー調整が苦手という方にも使いやすいです。続いて左下のカラーを指に取って、さらに上に重ねていきます。この2色は特にカラーのイメージが似ていますが、上から重ねている左下の方がより血色感があるようなパープルです。続いて中央のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらはダークなパープルです。このカラーをのせると一気に大人っぽいニュアンスにチェンジできます。付属のチップにも取って下まぶた全体にものせていきます。カラー自体はダークですが発色の調整がしやすいので下まぶたに使っても暗くなりすぎないです。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。ダークなカラーで目元をしっかり引き締めていきます。最後、左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらはベースにもホワイトがしっかり効いていて、さらにラメが光るようなタイプなので、グラデーションの最後に重ねると、しっかりハイライト効果を楽しめます。続いてスックです。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは自然に光を反射するようなパールのツヤ感がとても綺麗です。スックはしっとり肌に密着するような粉質と軽くてさらりとした粉質がそれぞれバランスよく入っています。こちらはしっとりしているタイプです。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらはパールやラメが入っていないマット質感です。明るくはっきりしたピンクですが、程よいくすみ感が効いている効果で甘くなりすぎず、大人っぽいピンク系メイクを楽しめます。付属のチップにも取って下まぶた全体にものせておきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。スックは締め色もかなり高発色でしっかり深みが出るのではっきりしたコントラストを楽しみたい方にもおすすめです。締め色にもラメが入っているところもとても可愛いです。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。大粒のラメのきらめきを楽しめます。はい、ディオールとスック、それぞれパレット全色を使ってメイクするとこんな感じの違いです。まぶたの上にのせるとよりそれぞれのパレットのカラーの違いがわかりやすいと思います。どちらもパープル系のワントーンパレットですが、ディオールの方がかなり青みが強いパープルでクールな透明感を楽しめるのに対してスックはピンク寄りのパープルカラーなので可愛らしい透明感メイクを楽しめるという違いがあります。深みがあるクールな目元を楽しみたいという方はディオールがおすすめ。可愛らしさと大人っぽさを同時に楽しめるようなカラーメイクを楽しみたいという方はスックがおすすめかなと思います。そしてそれぞれ粉質にもかなり違いがあって、ディオールは上まぶたにも全5色を使ってグラデーションを作ってみましたが、一色一色の粉質が軽くてさらりとしているので、重ねていっても馴染みが良く、綺麗なワントーンのグラデーションに仕上がってくれるのが大きな特徴です。ダークなカラーも色味の調整がしやすいところがすごく使いやすいんじゃないかなと思います。反対にスックは一色一色が高発色で、はっきりカラーを楽しめるので、淡いアイシャドウが苦手という方にも使いやすいと思います。しっかりカラーは楽しめますが、ポイントでくすみが効いているので、子供っぽくなりすぎないところもすごく絶妙だなと思います。今年のホリデーはパープル系のアイシャドウがかなり多く発売されましたが、それぞれ違った良さが楽しめるところがすごくいいなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いてはスックの150光飾りとルナソルの EX12 ミスティックマーシュのオレンジ×ブルーのアイシャドウパレットを比較していきます。スックシグニチャーカラーイズ150光飾り。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、イエベ春におすすめ。クリアなベースにブルーとゴールドの大粒ラメがきらめくラメカラー。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るい色が得意な方のラメアクセントに使いやすいです。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。
明るい黄身ベージュにゴールドのパールと微細ラメがきらめきます。黄身が得意な方、イエローベース全般の仕込みカラーに使いやすいです。左下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだ明るいオレンジ。パールやラメは感じないマット質感です。黄身が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ウォームスプリング、ウォームオータムにおすすめ。右下はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。ほんのり黄身ニュアンスのブラウンに、シルバーやブルーの大粒ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、深みやコントラストが得意なイエベ秋、ブルベ冬の締め色ブラウンに使いやすいです。ルナソルアイカラーレーション N EX12 ミスティックマージ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春、ブルベ冬におすすめ。ほんのり黄身を感じるホワイトベースに、シルバーとシャンパンゴールドの大粒ラメがぎっしり詰まったグリッターカラー。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、大粒ラメの華やかさ、ラメの強いコントラストが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビットスプリング、ビビットウィンターのラメカラーに特におすすめ。右上はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすみ感のある淡いブルーのベースに、ブルー、パープル、ホワイトのラメが輝きます。青み、くすみ、淡さが得意な方、ブルベ夏全般におすすめ。左下はイエベ春におすすめ。レッドニュアンスの鮮やかなオレンジに、ピンクやゴールドの微細ラメが輝きます。黄身、明るさ、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリング、ビビットスプリングにおすすめ。右下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。パープルニュアンスの寒色ブラウン、ブルーやグリーンの微細ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色に使いやすいです。スウォッチで比較するとこんな感じです。どちらのパレットもオレンジとブルー、ベーシックなベージュとブラウンと配色もかなり似ていますが、スックの方が程よいくすみ感があり落ち着いていて、ルナソロの方が鮮やかではっきりとした明るさを感じるところが大きな違いに感じます。こちらの2つは配色もかなり似ているので、それぞれ比較しながら仕上げていきたいと思います。まずはスックの右上とルナソロの左上から比較していきます。スックの右上はほんのり黄身を感じる肌の色に近い明るいベージュカラーです。淡くてナチュラルなカラーですが、しっとりしている粉質でまぶたにピタッと密着してくれます。中に微細なパールとラメが入っていて、艶やかさも与えてくれます。ルナソロの左上はクリアなベースにゴールドとシルバーが輝く大粒ラメカラーです。今回はベースとして使用しますが、グラデーションのアクセントに重ねるのにも可愛いと思います。こちらもしっとりしていて肌にピタッと密着するような粉質です。1色目それぞれ比較をするとこんな感じです。どちらも肌の色に近い明るめのカラーというところは共通していますが、スックはパールと微細なラメで自然な艶やかさを感じるのと、ほんのり黄身のニュアンスが強く出るのに対して、ルナソロはクリアなベースに大粒のラメが輝くグリッターカラーという違いがあります。ルナソロはシルバーとゴールドのラメがだいたい同じくらい輝くので、黄身の柔らかさの中に透明感も同時に楽しめます。続いて2色目、スック、ルナソロともに左下のメインのオレンジカラーです。スックのオレンジはしっかり発色しますが、程よくくすみが効いているので、子供っぽい印象になりすぎない大人のオレンジメイクに仕上がるところが最大の特徴です。パールやラメは感じないマットな質感で、粉質はさらりとしているので、今回のようにベースに右上のカラーを塗っておくとカラー調整もしやすいです。反対にルナソロのオレンジはくすみ感が全くなく、明るく鮮やかなところが特徴的です。はっきりオレンジカラーを楽しみたいという方や、明るいイメージに仕上げたいという方におすすめです。今回はベースに大粒ラメを仕込んでいますが、このカラー自体にも微細なラメが入っていて艶やかです。2色目、メインのオレンジカラーを比較するとこんな感じの違いです。それぞれ下まぶたにも暖色で入れてみました。
まずスックは明るいながらも絶妙なくすみ感があるので、子供っぽくなりすぎないとても落ち着いたオレンジに発色します。粉質が軽いのでカラー調整もしやすく、パールやラメが入っていないマット質感なところも落ち着いて見えるポイントです。反対にルナソルはくすみが全くなく、明るく鮮やかではっきりしたオレンジが楽しめます。スックと比較をするとルナソルの方が赤みが強いオレンジなので、血色感があり華やかな印象に見えるところも大きな特徴です。続いて3色目、スック、ルナソルともに右下のシメイロブラウンです。スックは深みがしっかり出るダークなブラウンのベースにシルバーの大粒ラメが輝くところがポイントです。シメ色にラメが入っているところがものすごく可愛いです。ルナソルは赤みの強いブラウンで血色のあるオレンジを活かしてくれます。こちらもしっかり発色してくれてはっきりコントラストが出ます。3色目のシメ色を重ねるとこんな感じです。どちらもダークなブラウンですが、スックはダークなブラウンの上にシルバーの大粒ラメがきらめくので、指で塗ってもシメ色が強く出すぎなくて柔らかく目元を引き締めてくれます。反対にルナソルは高発色な赤みブラウンなので、オレンジの赤みをしっかり際立ててくれるような血色感のある目元に仕上がります。どちらもオレンジニュアンスではありますが、スックの方が黄身が強く柔らかいオレンジ、ルナソルの方が赤みが強く血色感のあるオレンジという違いを楽しめます。最後4色目、スック左上、ルナソル右上のブルーカラーです。スックはパレットで見るとブルーのラメに感じますが、まぶたの上に乗せるとブルーの中にゴールドの大粒ラメも入っているところが特徴です。透明感と温かみを同時に楽しめます。ルナソルはカラーがしっかり乗るようなタイプなので、青みの透明感をしっかり楽しみたい時におすすめです。こちらはくすみ感がある明るいブルーです。はい、スックとルナソル、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じの違いです。パレットの配色自体はかなり似ていますが、それぞれのカラーに結構違いがあったので、全色を使ってメイクすると全く印象が異なるのがわかりやすいと思います。まずスックは黄身が強い柔らかいオレンジをメインに、繊細なラメで柔らかい目元を楽しめるのが特徴的です。ブルーラメもベースはクリアで、ブルーの中にゴールドのラメも入っているので、透明感を出しつつも柔らかいオレンジを引き立ててくれるようなカラーで構成されているのに対して、ルナソルはメインのオレンジ自体も赤み寄りで血色感が強く出るのと、最後に重ねたブルーはベースにもしっかりカラーがついていて、くすみ感もあるので、血色感の中に透明感がプラスされるような華やかなカラーメイクに仕上がるところが大きな特徴です。カラーメイク初挑戦の方や主張しすぎないけれど自然な遊び心をプラスしたいという方はスックがおすすめ。オレンジとブルーどちらもしっかりカラーのニュアンスを楽しめて、血色感と透明感を組み合わせたようなトレンド感のある目元に仕上げたい方はルナソルがおすすめかなと思います。配色はかなり似ていましたが、ここまで違いを楽しめるのはすごく面白いなと思いました。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで配色やカラーが似ていると感じた B-Day 限定パレットを比較していきました。パレットの印象だと結構似ているかなと感じたアイテムも肌の上に乗せると全く違ったメイクを楽しむことができました。どれもとても素敵なアイシャドウなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。